おバカキャラが持ち出してきた最強理論や自称天才的持論。降りてきた。盛った玄米に全てを乗せて、カロリー2分の1枚をかける。すると、すごい。かければかけるほどカロリーが減ってく。すごいすごいすごい。この案外バカにできんぞ。ミキオダテが提唱するカロリーゼロ理論という有名な説があってだな。てめえが俺に切られて血流して、俺がてめえの血飲んで回復。永久期間が完成しちまったな。これでノーベル賞は俺んもんだぜ。チェーンソーマン、デンジのこれ好き。永久期間良いよね。どうしてそんなに0点ばかり取るんだ。先生がくれるから。なら仕方ない。大喜利みたいだな。エビはどんなに良い品を仕入れてもエビ1匹分の旨味しかない。でもエビを何十匹何百匹と食べてきた魚はエビ数百匹分の旨味がある最高のエビ料理なんだ。そうなの？牛は草を食べるから、牛を食べてる俺は野菜を食べてるのと同じって発言した野球選手がいたのを思い出した。ねえドラえもん、僕、思うんだけど、もう少し上手くなってから練習した方が、一言でこの理論をお出しできるのび太ってやっぱ天才なんだと思う。望月さんのカロリーゼロ理論はそのうち死人が出そう。玄米は今のうちにたくさん食べておくことでヘルシー玉が蓄積されて今後痩せていくので大丈夫。念押しにこの世の油をすべて流して消し去ってくれる奇跡の飲料も用意。これぞまさにとんでも理論。明かりのつかない壊れた電気スタンドは停電の時に使えばいいんだ。動かない扇風機は暑くない日に使える。穴の開いたグラスは何も飲みたくない時に。一周回った天才なんだよのび太は。所詮おっぱいなどお尻のまがいものに過ぎないのです。僕はコピーかオリジナルのどちらかを取れと言われれば当然オリジナルを取ります。プリズンスクールの清が退学のかかった場面で理事長に打診した尻好き理論。本人は胸派なので自分でも何言ってるのか分かってないのが笑える。人が四足歩行だった時代には一番目につくお尻が異性へのアピールで発達していたが、人が二足歩行になってからは目線により近い胸が発達するようになったという話だけど、実はそれほど馬鹿げた話というわけでもないらしい。アホみたいな理論だけど合理的なんだよね。お前のパンチを食らって倒れなかったのは俺が初めてだぜ。かっけえって子供の頃思ったけど、考えれば考えるほどわからなくなる。頭が良いだけのバカ。それは祖母がまだ少女で恐竜がいた頃のことだが、恐竜が入ってこないよう犬を飼っていた。おバカ理論とは違うけどこの勢いで謎理論を通す漫画好きです。傷口に絆創膏を貼って、よしこれで感染は防げる。すげえアキラさん、感染症予防も完璧だ。アキラさんはバカじゃないだろ。漫画の設定が、それは、ジャイアンが50円のアイスをのび太から買う。100円のアイスに交換。差額をのび太が求めるも、さっき50円払った分と50円のアイスを返したんだから合わせて100円だろというやつ。なんだか落語みたいな手段で安く騙し取った話なんだけど、小学生当時の自分は計算が全く理解できず、のび太とジャイアンのどちらの言い分が正しいのか理解できなかった。勉強して発明するんだ。勉強しなくても頭の良くなる機械を。天才か？必要は発明の母ってやつだな。のび太って本当に精神年齢低いのか高いのかわからんな。だから魅力的なのかもしれんけど。そうだよな。言うなればこいつは海底の貝を息づきなしで食べ続けてるようなもの。体に無理が出て当然だ。私も試した経験があるからよくわかる。もはや突っ込むことが無粋とまである。進撃の2人の会話が面白い。おバカキャラっていうかなんか深くに刺さる。この独自の空気感ほんと好き。体内を巡るエネルギー、血気。それは下腹部にある丹田で練り上げられる。血気こそが強さの源。その血気をより濃くより純粋に力に変える侍がいる。丹田に最も近く最も強い筋肉、尻を使って戦う侍が、この一見もっともらしい理屈でアホみたいな世界観に納得感を持たせてくる。作者絶対頭いいと思う。山に行くか誘われて、坂道に弱くてね、平らな山なら行くんだけど。感性を言語化するセンスは高いんだよな。理屈がおかしいだけで。こんなバカの描写の仕方その辺の作家にはできないよな。F 先生の頭が良すぎる。世界中に時は5は、のび太は僕一人。もし僕がいなくなったら、僕は絶滅するんだ。世界中に一人しかいない。みんな自分を大事にしよう。熱望帳って知ってるか？漫画版ではカットされちゃってるらしいね。残念。僕の打率が 0.03、つまり32打数に1本の割だ。これまで31打数無安打だから今度はヒットだって。これは高畑さんだから頭いい人なんだけど、この理論は一周回ってると思った。
のび太はここまで計算しては言えないけども近いものを感じる。やはりなんとかと天才は紙一重。というかやっぱり F 先生のウィットに富んだセリフ回しが秀逸なんだ。逃げ若の新田義貞は強いけどバカキャラで画像は最後の戦いの少し前のやつ。源氏しか征夷大将軍になれないなんて足利が作った後付けのルールじゃん。鎌倉だって実朝が死んだ後源氏である足利じゃなくて公家が将軍になったじゃん。鎌倉三代源氏が将軍やってたのは頼朝がすごかったかやじゃん。だったら一番強いやつが将軍でよくね。100万分の1の確率で当たるくじを当たるまで引くとして何回目くらいで当たりを引くと思う？ 50 万回も引けば当たる気がしないか？つまり100万分の1は50万分の1と同じってことになる。確率は収束する。スピーシーズドメインの理論武装確率論好き。すぐ後に誰かこいつに算数を教えるやつはいなかったのかとか人間やめたのかって突っ込まれてるのも好き。このキャラが信じたことは現実化する超能力の描写だから作中視点でも読者視点でも明らかに間違ったものとして描かれてるんだけどね。ごめん漫画じゃないけど有名なやつ。俺たちがチャンピオンだ。永遠のな。1+1 は2じゃないぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ10倍。これは対戦相手が自分たちは20みたいなことを言ってる前段があるんじゃなかったっけ？本人が計算間違いだって言ってる。いちごジャム梅ジャムオレンジジャムにバターと蜂蜜ウーアとシナモンもかけちゃおう。最強のパンができちまったぜ。甘いに甘いを重ねてるだけだから分量さえ気を配れば普通に美味しく食べられそう。レンジの最強のパンは日替わりでいろいろな味のパンを楽しむぞって発想できない悲哀と可愛げがあって好き。わしの売買貯蓄とは、明日は今日の倍、貯金する。例えば1日に10円から始め次々に増やす。これなら無理なく貯められるわけだ。おバカキャラではないと思うが無茶理論。間違っちゃいないが無茶でしかね。俺たちがうまいって言ってる肉は全て草食動物の肉なんだよ。牛、豚、鳥、いい草の餌ほどうまい肉になる。つまり結論、人間は肉食ってるからまずいんだ。ジョジョのミスタが持論語るシーン好き。中川に酒を密造してると詰められた。地面からアルコールが検出されている。りょうさんの言い訳が地面にビールを撒く会の活動をしていただけです。ちなみにこれ部長はそんな言い訳が通るのかと言ってるけど少なくとも刑事裁判では通るらしい。とんでも理論だしバカな持論に聞こえるがどれほどうさんくさくてもありえなくはないなら通る。酒は悪くないです。じゃあお前が悪いんだな。いや、私は全然悪くないですよ。やはり酒が悪いんだな。酒も悪くないです。私も悪くない。ということはだな。酒とお前がくっつくと悪くなるというわけだ。だから離れて酒をやめろ。りょうさんの言い訳になってない酒理論を見事に粉砕した部長の理論好き。作品内ではそれが実際に起きているのでおバカ理論とはちょっと違うけど、パーマンのカータッチ理論。手をつなぐと飛行速度が倍になる。増えるごとにさらに倍。好き。のび太が多くなっちゃった。どのセリフもすごいって思えてしまって。心がチクチクしてしまう、そんなセリフを集めた動画もあります。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。